今日はネギ塩チキンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ネギ塩チキンを作りたいと思います。今回はですね、鶏もも肉を使った簡単おかずレシピをご紹介していきます。鶏肉を焼いてネギダレと合わせるだけなのですごく簡単に作ることができます。ちょっとしたね、お弁当のおかずにもぴったりな一品です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、長ネギ、料理酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、おろし生姜、おろしにんにく、レモン汁、ごま油、片栗粉、黒胡椒、塩コショウ、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、鶏もも肉なんですが、約 350g ぐらいの鶏もも肉を使っていきます。こちらのグラムに関しましては目安にしてみてください。そしてあと調味料なんですが、少しね量が多いんですけれども、どれもね手軽に揃えられるもので作っていきます。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきたいと思います。まずはじめにですね、鶏もも肉を切っていきます。切る前にですね、こういった余分な皮だったり、あとは余分な脂、そしてこういった筋などを取り除いていきます。気になる部分があればね、そちらを取り除いていただくだけでいいかなと思います。では取り除いていきます。これで OK です。大体で大丈夫なので下処理してみてください。そしたらですね、お肉を一口大に切っていきます。鶏もも肉を切る時なんですが、ちょっとこうやって見ていただくと真ん中に少し境目があると思います。その境目からちょっとねつぼまった方は筋しい部分になります。その反対側の方ですね、ちょっと長方形ぐらいの大きさになっている部分に関しましては、こちらはちょっとね肉しい部分になってます。こちらをきちんとね部位ごとに切り分けていただくと歯切れが良くなって食べやすくなります。なのでまずねこの境目から切り分けます。はい、であとはですね、適当に一口大の大きさに切っていきます。焼くとね少し縮むので、気持ちね大きめに切っていただくといいかなと思います。はい、お肉はこのように切ってください。そしたらですね、塩コショウで軽く下味をつけます。ちょっとで OK です。そして全体に揉み込みましょう。そして揉み込んだらですね、こちらをボウルに入れて、そして料理酒を回しかけます。こうしていただくことで肉質が柔らかくなるのと、さらにお肉の臭み取りもすることができます。このように揉み込んで、あとはね使うまでこのまま置いといてください。それでは続いてネギダレを作っていきます。まず長ネギをねみじん切りにしてください。やりやすいやり方でみじん切りにしてみてください。いろんなやり方があるのでね、お好みのやり方でやってみてください。ではみじん切りにしていきます。はい、ネギはこれで OK です。このようにみじん切りにしてください。ではね、ネギダレを作ります。まずね、小さめのボウルに長ネギを入れましょう。そしたらここにお砂糖、鶏ガラスープの素、おろし生姜、おろしにんにく、レモン汁、ごま油、黒胡椒、こちらを加えてよく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。ちょっとね味見をして塩コショウでね気持ち味を整えてみてください。はい、ネギダレはこれで OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきましょう。それでは今からお肉を焼いていくんですが、焼く前にですね、こちらのお肉に片栗粉をまぶしていきます。バットに片栗粉を開けて、そして軽くねまぶしていきます。このようにね片栗粉をまぶすとネギダレとね絡みやすくなります。さらにねお肉のジューシー感もキープすることができます。あんまりね片栗粉をまぶしすぎるとギトギトっとした感じになっちゃうので、軽くまぶすぐらいで OK です。はい、 OK です。このように片栗粉をまぶしてください。それではね焼いていきます。まずフライパンにね薄くサラダ油を敷きます。サラダ油を入れたらね火にかけてください。そして全体にね油を伸ばしましょう。油を伸ばしたらお肉をねもう入れちゃって OK です。このお肉の皮目を下にして並べていきましょう。
火加減ね、今弱めの中火ぐらいです。はい、このようにお肉を並べたら蓋をして火加減を弱火にしてこのまま3分焼いていきます。はい、3分経ちました。蓋を開けます。そして焼き色をチェックしてください。まだね、ちょっとあまり焼き色がついてないので火加減中火ぐらいにします。このまま蓋を開けて一度ね、焼き色をつけてください。もしね、この時点で焼き色がついてたら裏返しちゃって OK です。はい、でいい感じにね、焼き色がついたお肉から裏返してください。こんな感じでね、焼き色がつけば OK です。このように裏返したら片面はね、弱めの中火から中火ぐらいでまた同じように焼き色がつくまで焼いてください。お肉の大きさや厚みによってもね、火の通り具合が変わってくると思いますので、焼き時間は調整してください。このね、皮の表面がすっごくパリパリに仕上がってます。はい、両面ね、こんがり焼き色がつきました。お肉にもね、しっかり火が通った状態です。そしたら一旦火を止めてください。そして余分な油を拭き取ります。こうやってね、きちんと油を拭き取っていただくことでさっぱりとね、美味しく召し上がっていただけると思います。そしたらですね、この中に作っておいたネギダレを加えます。そしてもう一度火にかけて火加減中火です。そのままネギダレを絡めてください。だいたいね、中火で1分ぐらい加熱してください。そうするとね、よくお肉とネギダレが絡んできます。はい、 OK です。これで美味しいネギ塩チキンの完成です。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでネギ塩チキンの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ですね、彩りに小ネギをトッピングしてます。こちらは分量外なのでお好みでやってみてください。このようにね、ネギダレもよく絡まってとてもジューシーな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。さっぱりしててすごく美味しいです。そしてね、このネギダレが最高に美味しいです。そしてね、お肉もね、すっごいジューシーに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のネギ塩チキンのポイントです。まず今回鶏もも肉を使ってるんですが、こちらは鶏胸肉を使っていただいても OK です。お肉に関しましては下処理をして食べやすい大きさに切ったら、その後は料理酒に漬け込んでおいてください。そうすることでお肉の臭みを取ることができて、さらに肉質も柔らかくなります。そして今回ね、ネギ塩チキンということで最後にね、ネギダレを絡めるんですが、ネギダレはですね、あらかじめきちんと混ぜておいてください。その時にね、ちょっと味見をして味の濃さはね、お好みで調整していただいて OK です。お子様が召し上がる場合は黒胡椒は抜いて作っていただくといいかなと思います。そして鶏肉を焼く時のポイントです。お肉はですね、まずはじめに皮目を下にして焼いてください。そして皮目を焼いている時はですね、上に蓋をして蒸し焼きするようにしてください。そうすることでね、火の通りが良くなります。蒸し焼きの時間はだいたい3分ぐらいを目安にしてみてください。その後ですね、皮目に焼き色がついてなかったら少し火を強めて焼き色をつけてください。焼き色がついたら裏返して、そのままですね、片面も焼き色をつけて、そしてお肉にね、きちんと火を通してください。このね、火を通す時間なんですが、お肉の大きさ、そして厚みによってもね、焼き時間が変わってくると思いますので、こちらは調整してみてください。あとはネギダレを絡めるだけなんですが、お肉からね、結構油が出てくると思いますので、一度ね、油を拭き取ってからネギダレと合わせるようにしてください。そうすることでとてもさっぱりとした仕上がりになります。そして今回分量外なんですが、最後上に小ネギをトッピングしてます。こちらはですね、彩りでね、トッピングしていますので、お好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はネギ塩チキンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。